こんにちは、ますみです。本日は入門者に向けて Bard の使い方を解説します。この動画を見ることで Bard を使えるようになるでしょう。Bard についてまだ詳しく知らない方はこちらの動画を先にご覧ください。それでは本題に入ります。ここから Bard の使い方を解説します。まず Bard を使うためには Google のアカウントが必要です。右上のログインをクリックし、アカウントをまだお持ちでない方は左下のアカウントを作成から作成しましょう。もしもすでに Google のアカウントをお持ちの方はここからログインをしてください。ログインをして次の画面になったら準備は完了です。次に実際に質問をしてみましょう。ここでは優秀なエンジニアになるための学習ロードマップを教えてと質問していきます。質問が打ち終わったらエンターキーを押すか右側の送信ボタンをクリックします。そうするとこのように結果が表示されます。お気づきの方もいるかもしれませんが、チャット GPT と比べて文章の生成速度が非常に速く、それが Bard のメリットの一つになります。そして左下の上矢印ボタンをクリックするとこのように Google ドキュメントと Gmail に転記することができます。試しに Google ドキュメントにエクスポートをしてみましょう。そうするとこのようにドキュメントを開くというボタンが出てくるのでこちらをクリックします。そうするとこのように Google ドキュメント上にチャットの回答が貼り付けられます。同様に Gmail で下書きを作成もクリックしてみましょう。そうすると左下に Gmail を開くというボタンが出てくるためこちらをクリックします。そうするとこのようにメールの文章が本文に転記されてすぐに送信することができます。また上の方にスクロールをして右上の他の回答案を表示をクリックするとこのように他の回答案を確認することができます。もしもいずれの回答案も気に入らない場合は右側の回答案を再生成をクリックすると回答案が再生成されます。さらに Bard は Google コラボとも連携しています。試しにPython で平均を求める関数を書いてと入力して実行してみましょう。そうするとこのようにコードが生成されました。そしてこちらの上矢印ボタンを押すとコラボにエクスポートするというボタンが追加されているためこちらをクリックします。そして左下のコラボを開くをクリックしましょう。そうするとこのように Google コラボ上ですぐ実行することができます。さらに Bard では音声入力が初期搭載されています。左下のマイクを使用をクリックしてみましょう。そうすると左上にマイクを使用することの許可が求められるため許可するをクリックします。そうするとこのように音声入力ができるようになります。例えば次のように音声入力をしてみましょう。優秀なエンジニアになるための学習ロードマップを教えて。そうするとこのようにプロンプトが文字に起こされて送信することができます。最後に左側のサイドメニューを説明したいと思います。左上のチャットをリセットをクリックするとこの画面上のチャットを全てリセットすることができます。2番目の Bard アクティビティをクリックするとこれまでの履歴を確認することができます。削除したい場合はこちらの削除のボタンもしくは右側の×のアイコンをクリックすることで削除することができます。その他にもよくある質問や最新情報やヘルプとサポートなどを確認することができます。最後に左下のダークモードを使用をクリックするとこのように画面が黒くなります。ライトモードを使用をクリックすると先ほどの白い画面に戻ります。これで説明は以上です。以上、本日は入門者に向けて Bard の使い方を解説しました。もっと学びたいという方はこの動画以外にも様々な教材を YouTube と公式 LINE で発信しているためぜひチャンネル登録友達追加お願いします。ではまた。